こんにちは、シャチパンです。この時期になると暖房機の紹介が YouTube でも多く見られますが、中には電気代だけで判断し、電気代がかかる暖房機はまるで悪のように紹介している動画も少なくありません。この手の暖房で注目すべきは電気代だけじゃなく正しい使い方です。この時期ヒートショックで亡くなられる方が非常に多くいらっしゃいます。シャチパンも残念ながら昨年身近な例で2件ありました。本当他人事ではないと感じますね。この動画を見ていただければセラミックファンヒーターの正しい使い方や各社の特徴、自分にはどのメーカーが合っているのか分かるようになっていますので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきましょう。最初にセラミックファンヒーターの特徴について簡単に触れておきます。セラミックファンヒーターはセラミックヒーターに電流を流し発熱させ、ファンでその温風を室内に送り込むという単純な構造。その構造ゆえ小型なものが多く、設置に自由度があります。比較的安価なのも嬉しいところです。それから速暖性は電気ストーブなどには及ばないものの、スイッチを押せばすぐ温風が出てきます。用いられているセラミックは布団乾燥機などにも使われているもので、ある一定温度となると電流を流さない特性を持つため、安全性も優れています。火災の心配はなく、小さなお子さんがいてもやけどなどのリスクも少ないでしょう。一方デメリットは暖房のパワーが弱いことです。温風は出ますが、広い部屋を温めるのは苦手。8畳より広い部屋で使用する場合は電気代だけかかって全然温まらない。それからエアコンよりも電気代がかかり、エアコンと同様乾燥します。他には温風が出るのでホコリなどを舞い上げることもデメリットとして挙げられるでしょうか。使い方としては、キッチンや机の下に置いて冷えやすい足元をスポット的に温めたり、脱衣所やトイレに置いて小部屋を温める運用がよく、ヒートショック対策に最適な家電の一つと言えるでしょう。ヒートショックは急激な温度変化により血圧が変動し、心臓に負担がかかることが原因と考えられています。軽度であればめまいや立ちくらみ程度で済みますが、重度の場合は失神や心臓発作、意識障害を引き起こします。消費者庁によると、2019年の1年間で入浴中に亡くなった高齢者の方は4900人以上に上ると言われています。これは同年の交通事故による死亡者3200件や熱中症による死亡者1200件よりも多い数値なんです。発生時期も1月をピークに11月から4月、つまり冬に多く発生しています。ただ寒さの厳しい北海道などではむしろ少ないようで、これは住宅がしっかり寒さ対策がされているからと言われています。逆に言うと、しっかり対策すればヒートショックは防げるということです。シャチパンも昨年から高齢な父のいる実家で導入しました。いくら電気代が気になると言っても命あってのもの種です。電気代を節約することだけが目的化し、本質を見誤らないようにしましょう。ヒートショックを予防する方法は何も脱衣所を温めるだけではありませんが、これを機に検討してみても良いかもしれませんね。それでは早速大手5社、パナソニック、シャープ、デロンギ、来日、アイリスオーヤマの比較をしていきます。まずはシリーズ数です。優れている点を青字、劣っている点を赤字で記しています。セラミックファンヒーターは非常に多くのモデルがあり迷ってしまいますが、用途は大きく分けて3つです。現時点でホームページに上がっている各社のモデルにも簡単に触れながらご紹介していきます。パナソニックのモデルは6つといきなり多いのですが、こんな風に3つに分けられます。1つ目は加湿機能付きのセラミックファンヒーター。この手の暖房家電は空気が乾燥するので、その弱点を補うものとなります。給水タンクがある分多少大きくなってしまいますが、
リビングなどで積極的に使っていく場合はあっても良いでしょう。2つ目はスリム型です。在宅ワーク需要から出始めたモデルで、吹き出し口が細長くなっており、膝下全体を温めるのに特化しています。3つ目はいわゆるベーシック型。小型で持ち運びがしやすく、スポット的に足元を温めたり、脱衣所やトイレなど小部屋を温めるのに向いています。シャープのモデル展開は加湿モデルとスリム型の少なめ2モデル、安価なベーシックモデルはありません。デロンギのモデル展開は7つ、スリム型が1種、残りはベーシックモデルという展開、加湿モデルはありません。他社と一風異なるデザインでヒーターっぽくない外観がかっこいいと人気です。来日のモデル展開は加湿モデルとベーシックの2モデル、スリム型はありません。加湿モデルは同社の出している加湿器と形状がだいぶ似ており、共通化設計がされているように見えます。アイリスオーヤマは今回ご紹介する中では最も多い10モデル展開、最上位の加湿モデルがあり、それからスリム型が4つ、あとはいかにもという形のベーシックモデルとなります。主な違いは搭載しているセンサーや出力の調節数になります。続いて消費電力と出力調節です。デロンギ以外の4社はそう大きくは変わりません。1200W の強運転とその半分程度の弱運転の2段階切り替えです。デロンギは最大 1350W で他社より出力は大きく、さらに弱中強の3段階調整可能です。他社の口コミでは中運転が欲しいという意見も一定数ありましたので、950W の中運転ができるデロンギはその点優れています。また弱運転も 450W と他社より低めで、節電したい方には嬉しいポイントとなります。なお他社でも出力を3段階調整できるモデルがありますが、調べた限り電気代に影響する室温管理運転がなくなるので除外しています。それから仮に8時間運転した時の1日あたりの電気代はこのようになります。1ヶ月使い続けた場合はこれに30をかけることになりますが、長時間使うと電気代は決して安くないことがわかります。続いて耐用畳数です。木造とコンクリート製の住宅スペックとなりますが、これは5センチ以上の断熱材がある前提のスペックとなります。断熱材がない住宅ですとこれの半分程度となります。デロンギは非公開となりますが、消費電力的に他社と同等かと思われます。気密性の高い部屋でも8畳程度のスペックなので、広いリビングなどでのメイン運用は不向きです。広い部屋ではサブ暖房機として足元などをスポット的に温める運用となるでしょう。なお一部のメーカーでは大風量モデルがありますが、それで適用畳数が広くなるということはありません。続いてエコ機能です。電気を食いやすい家電ですので、電気代が気になる方は注目すべきスペックです。上位モデルでは温度センサーと人感センサーを用いて節電します。温度センサーは部屋の温度に応じて自動で運転の強弱を切り替えます。必要以上に部屋の温度上昇を抑えられるので節電効果があります。自動運転ができるモデルであれば温度センサーが搭載されていると見て良いでしょう。人感センサーは人の動きを検知し、不在となると温風を停止する機能です。消し忘れがちな方にはおすすめです。無人の部屋を温めたい場合はオフとして使うと良いでしょう。今回ご紹介するメーカーではパナソニック、大日、アイリスオーヤマは両対応です。シャープの人感センサーは上位モデルには搭載されていないためカッコで囲ってあり、デロンギは人感センサー非搭載になります。ただしデロンギは他社のモデルにはない温度表示ができ、目標温度設定ができます。そのため
より精度の高い室温管理運転ができます。次に加湿機能とタンク容量です。各社の加湿量とタンク容量を記しています。冒頭にもご紹介しましたが、セラミックファンヒーターの上位モデルには加湿機能がついているメーカーがあります。この手の暖房機は乾燥しやすいので、必要があれば何かしらの手段で加湿はした方が体感温度も上がり、より快適に過ごせるでしょう。デロンギ以外の上位モデルに搭載されており、加湿量も専用機には及ばないものの、かなりの加湿量です。加湿量ではシャープが最も多く、大日が最も少ないです。一方、タンク容量は大日が最も大きく、給水の手間は省けます。ここらは好みによるところでしょうか。全然関係ない話ですが、シャチパンが新入社員の頃、少し年上の派遣女性社員の方々に君も部署に加湿器欲しいと思うよねと聞かれたことがありました。シャチパンはまあどちらかというと欲しいですかねと答えたところ、その後部署に加湿器が数台設置されたまでは良かったものの、水汲み係がなぜかシャチパンになっていました。聞いてないんですけどと言ったところ、だって君力持ちじゃんと笑って相手にしてくれませんでした。シャチパンは紫ピクミンじゃないんですけど。続いて価格です。各社の上位モデルから下位モデルの価格を記しています。こうして比較すると、パナソニックは上から下まで幅広いラインナップ。価格差がありますが、下位モデルは安めです。シャープ、大日は高級路線のラインナップ。デロンギは中間の価格に見えますが、実際には加湿モデルがないので、上位モデルは割高。そしてアイリスオーヤマは全体的に安い傾向です。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載していますので、後で参考にしてみてください。続いて口コミです。総じてセラミックファンヒーターの特徴であるコンパクトなゆえの設置の柔軟さや暖房効果を評価する声がある一方、広い空間などで使用した際の暖房パワー、電気代を指摘する声も多くありました。暖房パワーの過度な期待は禁物です。パナソニックは比較的満足されている方が多かった印象でした。ラインナップも豊富で選びやすく、バランスがいいのだと思います。悪かった意見としては、スリム型のモデルの音が少し大きいという声が一部に上がっていました。それからこのモデル、涼風も出るのですが、これがあまり涼しくないという意見もありました。続いてシャープです。加湿を褒める声がありました。他社の加湿モデルは加湿フィルターが常に水に浸かっている状態ですが、シャープは給水ポンプで汲み上げるタイプなので、加湿フィルターが浸水せず清潔です。また加湿量も他社より多いです。悪かった意見は、この給水ポンプ音なのか、加湿時の運転音を指摘する声が一部にありました。次にデロンギです。デザインを褒める声がありました。他社にはないデザインです。それから上位モデルの温度表示が分かりやすいと好評でした。悪かった意見としては、他社にはある消し忘れ防止用の自動オフ機能がないのが残念という声がありました。続いて大日です。静音性を褒める声がありました。他社は非開示のところも多いですが、静音性のスペックは最も良いです。また日本製がいいという意見も上がっていました。一方、悪かった意見は、加湿量が他社と比較して劣っているという話があるくらいで、目立った酷評が少なかったのが印象的でした。次にアイリスオーヤマです。コスパを褒める声が多かったです。他社より全体的に安めです。また自動オフ機能も他社は8時間のところが多いのですが、3時間と短めなのが良いという声がありました。これは賛否両論ですが、昨今の電気代高騰により、むしろ短い方がいいという方もいらっしゃるようです。他には故障したという声が
他社より少し多く感じました。最後に満足度です。これは現モデルから数個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。各社そこまで大きな差はありませんが、僅差でシャープと大日の点数が最も高かったです。一方パナソニックはスリムモデルの静音性や涼風感が、それからアイリスオーヤマは故障の件が少し点数に影響してしまったように感じました。セラミックファンヒーターの暖房パワー自体はそこまで強いものではないので、家屋の気密性、断熱性も気にした上で購入を検討するのが良いでしょう。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、とにかくコスパを求める方はアイリスオーヤマ、デザインと室温調整を求めるならばデロンギ、加湿も重視したい方はシャープ、静音性に魅力を感じた方は大日、バランス重視の人気モデルをお探しであればパナソニックが候補となるでしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。なお、脱衣所などで使うセラミックファンヒーターは電気ストーブでもいいです。こちらの方は速暖性は高いですが、安全性とコンパクトさではセラミックファンヒーターに分があります。ニーズに合わせて使い分けると良いでしょう。今回ご紹介したメーカー以外からもたくさん販売されていますが、本動画でご紹介した内容を参考に確認していけば良いかと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。